昔懐かし扇風機のスイッチ、こんな構造だったらしい。ほう。というわけで見よう見真似で作ってみた。なんか動作がいまいち。そうなんだ。どうもバネが硬すぎたようだ。なるほど。というわけで、このバネを、バネ柔らか、に変更して、トライなわけですよ。ほうほう。そんなんで動くわけがなかった。悲しい。上に上がった時のストッパーとしてツバをつけたけど、隙間が大きくて傾いちゃうみたい。そうなんだ。というわけで変更しました。お。ボタンがスムーズになったぜ。わーい。パーツを組み立てて、カバーをつけて、いざいざ。おお。このスイッチ感、無駄に押したくなるよね。全部押すとかするよね。前回のあらすじ、扇風機のスイッチモデルを作ったよ。ただしボタンが全部押せちゃう。というわけで同時に押せない仕組みを調べてみた。プレートが2枚入ってる構造のがあったので、作ってみた。早い。プレートをはめて、カバーをつけて、押してみる。全部押せなくなったよ。でもこれ実は失敗で、何がダメなの？一つボタンが押されてると、他のボタンを押しても解除できないんだよね。ほんとだ。というわけでもう少し色々調べた結果、こうなりました。ちょっと細くなった？そう、同時には押せないけど、個別に解除できるギリギリを攻めてみた。というわけでこう。今度は全部押しても全部戻ってくるね。そう。しかもちゃんと個別に解除できるよ。すごい。前回のあらすじ、同時押しできない扇風機のスイッチを作ったよ。コメント来てた。二つだと押せたりして。確かに。というわけで今回はそんな疑問を解消していくよ。早速二つ押ししてくよ。結論、二つ同時押しもできない。できないんだ。これ、ちっちゃい方の歯車についてる軸は、実は直線運動してるんだよ。へえ。なのでこういう直線のスリットを置くと、ちゃんと溝の中を動いてる。そう。さらにこんな感じで棒なんか設置しちゃうと、回転運動を直線運動に変換できるんだって。おお。マルチプルトランメルギア作ったよ。これは、この6本の溝の中を、ピンが移動することで回転が伝わるらしい。へえ。というわけで早速回転。これは、白い方1回転で緑のちっちゃい方は2回転してる。へえ。斜めから見るとこんな感じ。ピンが溝の中を移動してるよ。ほんとだ。マルチプルトランメルギア、作ってみたー。前回も作ってなかった？仕組みは同じだけど、ラインの本数が減りました。調べると先にこっちが出てくる、気がする。なんかスライダーみたいのついてるね。これいるんかなと思って、ないバージョンも作ってみた。ほうほう。そしたら全然普通に動いたよ。そうなんだ。これも視野一本でも動くのでは？なるほど。気になったので作りました。早い。どうなると思う？回るんじゃないのかな？正解はこう。あ、真ん中で止まっちゃうんだ。ちょっとずらしたとこから回しても、真ん中来たら止まっちゃうんだ。ほえー。もうすぐ今年が終わっちゃう。早いね。というわけで急いで用意しました。非常停止ボタン。今年を、これで、止めるんだ何にも起こんないよね。来年頑張ろう。それじゃあ、良いお年を。来年も見てね。年末に作ったこのボタン、データ配布しようと思ったら、これは低評価待ったなし。というわけで作り直し、危なそうな色のフィラメントも入手したので使っていくよ。前回は底を下からはめてたから、今回は上からはめるように変更したよ。さらに底蓋でバネも押さえられる仕様に、これで底が抜けることもバネが外れることもなくなったけど、この構造、とてつもなく組み立てにくい。それは困ったね。というわけで再度変更、前面を大きく開けてみました。これでバネも入れやすくなったよ。わーい。というわけで多分データ配布します。よかったら印刷してみてね。変速歯車を、雰囲気で作ってみた。雰囲気で作っちゃったか。で問題。これは回るでしょうか？回るかな？正解は回らない。ここで止まっちゃう。じゃこれは？何が違うの？大きさの違う歯車をつなげる位置が違うよ。さっきより回りそうだけど。これも、回らない。ならば当たる部分を削るのです。端っこの刃が欠けてる。これで、回るんだ。冬といえばこたつ、みかん、座椅子、というわけで今回は座椅子でございます。座椅子のカチカチ部分、最後押し込むと最初の平らの状態まで戻るの不思議じゃないですか？確かに。今回はそのカチカチ部分の仕組みを作ってみたよ。これ、プレートが2枚重なってて、途中のカチカチのところでは青い方のプレートは回らないようになってるんだよ。で、最後まで行くと、青いプレートの出っ張りに白いプレートが引っかかって、一緒に回転してストッパーを押しのけるよ。白いプレートのギザギザ部分が戻ってる間、青いプレートは動かないんだけど、座椅子が平らになる直前でまた青いプレートの出っ張りを押して、元の状態に戻るって仕組み。すごい。前回座椅子のカチカチを作ったんだけど、ちょっとわかりにくかったので、どうにかならんかなと頑張ってみる動画です。頑張れー。青いパーツ、出っ張ってるとこだけ色変えて印刷してみた。白いパーツはこんな感じ。これらを重ねて、
パーツは、白いパーツと同軸で、90度くらい回転できるよ。そんでこれを取り付けて、逆回転防止用の爪をつける。これで、カチカチしてる間は、青いプレートは動かないんだけど、押し込むときに、青いプレートの白い出っ張りを、白いプレートが押すので、爪がギザギザに引っかからないようになるよ。ちょっと角度変えてみた。出っ張りに引っかかる部分は少し見やすいかも。